線引きしなければ、斎藤批判派全体が迷惑系プロテスター界隈として認知されてしまうリスクがある。そのリスクがあるんでしょうよ。ほんだったらお前らでそうではない運動をマジョリティにすればいいじゃない。線引きの向こう側は、難波とか菅野とかマッツとか下品で乱暴で反社会的な連中がいるんです。あれは、斎藤元彦を批判する連中の中から言うと、鼻くそみたいな数でしかないんです。見てください。僕の集会8万人集まりました。やれやれなんじゃないんですよ。しかも今日話そう思ってるネタね、2秒で終わるんですよ。すっごい簡単なんですよ。この、タイトルに入ってこの FTS っていうとしてね、君たちが支持されないのは社会が眠っているからではない。君たちが人々に目覚める理由ではなく距離を取る理由を与えてるだから、迷惑系プロテスターが自滅する社会学って、これ社会心理学だそうなんですが、ドンマッツ氏によると、デモで不快に感じるのは当たり前、迷惑こそ抗議の基本みたいな考え。しかし、社会心理学の実験データが示しているのは、不快感や実害を与えられた観客は、その運動への支持を明確に下げるという冷酷な現実。そうなのかどうか知らんけど。気づかせるために不快にするというアプローチは、短期的、表層的な注目を集めることに成功しても、長期的にはこの人たちを距離を置きたいという拒絶反応を生むため、社会運動としては完全に逆効果となるらしいですわ。やねんって、知らんけど、社会心理学というものがそう立証してるんであれば、その論文の引用とかあると思うんですが、論文の引用等が全く一切なくこういうことをおっしゃってるんです。で、僕はそれに同意するか同意しないかなんてことを言うつもりありません。2秒で終わる言うというのはこっから先の話です。長期的にはこの人たちは距離を置きたいという拒絶反応を生むため、社会運動としては完全に逆効果になるということで、この人は人とよっぽど好かれてる人やねんやろうなと思って見てみたらこういうことですわ。フォロー中2850件、2650件、2283フォロー。はい、解散。お疲れ様でした。2秒でわかるでしょ。ちなみに2秒でわからなかった人に補足しておくと、フォロワー数が少ないからダメだと言ってるんじゃないんです。なぜ人に好かれる方法、人に嫌われない方法を解く人がフォローしてる数よりもフォロワーが少ないという結果になるんですかということを言ってるんです。別にフォロワーが3人でもええですよ。フォロワーが3人でも、フォロワーが2万人でも、20万人でも同じことです。人に好かれる道を解く人間が、なぜフォロワーとフォローの比がこんな比率になってんねん。長期的に見てお前拒絶反応示されとんのかよ、ほんなお前。で、こういうのを、ディーン・フジオカに菅野保が女の口説き化を説教するみたいな話になってるわけ。いや別に、この人の影響力が高いとか低いとか、どうたらこうたらのことを言うてるわけではないわけですよ。で別に知らんよ、その影響力があるかどうかなんか。ただね、俺がディーン・フジオカに、お前そやから女口説かれへんねんって言うたら笑われるでしょ。そういうこと言うてんの、俺は。これ数字反対やったら聞く耳にも持ったるよ。フォロー中2650で、フォロワー2283の人間が、お前らの運動は長期的に拒絶反応を起こしてるんだ、言うたかって。あ、ほんまやな、お前の数字がそう言うてるな、いう話にしかならんやん。はいはいでしかならんでしょう。実践してくれよ。好かれる運動というのを。やってくれ。この間俺も撮影したんですけど、先週歩道橋行ったんですよ。まあ歩道橋行ったりとかと別に俺はプロテスタンに参加せずに、歩道橋の周りを見に行っただけなんですけど、まあどういうことをしたかったかっていうと、撮りたい映画一本撮れたんでよかったんですが、撮りたい映画はこれやったんです。まあ撮りたい映画があって、まあ資料としてね、ファクトとして押さえときたかったなと思うのはこれやったんですけど、斎藤頑張れ言うてる側です。斎藤頑張れ言うてる側は、こうやって警官に取り囲まれてるんです。これ取り囲まれてるんですね。取り囲まれてて、で、これ、歩道橋の上で斎藤やめろ言うていくとこ、わっさーいるの上上がっていくと、これ上警官、こんだけ警官立ってますね、ここにね。ここに警官立ってて、はい。こっちの歩道橋、警官になんか囲まれてないんですよ。この絵が撮りたかったんです。
警官おらんでしょ、おらんでしょ。この映画撮りたかったんです。で、どっちが反社会的な活動をしているかということで、これで明らかだということが分かったと思うんですが、この絵を撮りたかった。で、この絵を撮った後、この絵さえ撮れたらよかったんで、用事ないんでね、別に。取材したかって社内というか、取材したかって社内ことはないんですけど、知ってることですから、もうこれ以上歩道橋に用事がないと思って、戻ろうと思って、歩道橋を下ろうと思ったら、こういう光景を目にしたんです。なんかあそこにけったいな人がおるな、もぞもぞしてる人があるなと思って近づいていったら、野瀬さんがね、草むしりしてるんですよ。野瀬さんが草むしりしてんの。で、これ、野瀬さんなんで草むしりしてはるか言うたら、すごい単純な理由で、ここ最近金曜日の県庁前の抗議活動に来はるんです、野瀬さん。で、野瀬さん来はるでしょ。ほんなら、ヒロミと一緒になるでしょ。で、吉田とヒロミと野瀬さんの3人になるんですよ。ほんだったら、この3人になった時に、もうみんなに、お前野瀬お前偉そうなこと言うてるけども、隣の吉田のヘイトスピーチ止めろよとか言われるやん。で、それが鬱陶しいから、吉田と吉田と距離を置きたいわけ。また同じこと言われるのは鬱陶しいから。で、吉田とは違うということをやりたいわけですよ。で、吉田とは違うということをやりたいけども、歩道橋前の抗議活動にはあやつけたいわけ。あやつけたいから、田舎の人がやるような、私は美しいですアピールがしたいから草むしりしてはるわけ。あんま変わらへんねんよね、やってることね。で、せやから俺はずっと言ってるようなワールドカップの日本のサポーターのゴミ掃除も意味がわからへん言うたらそういうことなんですけど、ほいでこれがね、混乱にかかるとね、こういうことになるらしいですよ。その様子を、そら、歩道橋のことを動画で撮ってる人、歩道橋のことを動画で撮ってる人、行さんいてますわな。その動画の一クリップを引っ張ってきて、こんなこと言ってる人がおったんです。この動画もこれだけ見たら清掃活動をしている人たちにケチをつけ、人間のクズと罵倒している偉そうな人たち、BGM として人殺しと叫ぶ異常な集団。いや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 、そう思うやったらそう思ったらええやん。俺がもしね、例えば、俺は斎藤元彦やめろと思ってると。しかし、南波さん的な、菅野的な、マッツさん的な、歩道橋的なやり方は、ダメだと思ってると、したとせよ。ほんで、野瀬さんの草むしろの動画を見て、こう思ったとせよ。ね。ほんだら俺次の週から野瀬さんと草むしりする。俺やったらね。俺やったら、南波さんがやってることが間違ってると。歩道橋で人殺しとかって言うてんのも間違ってると。トラメが使って斎藤さんに声かけるのも間違ってると。もっと上品にやらなあかんと、もし俺がほんまに思ってて。で、斎藤支持者やけど、野瀬さんが草むしりしてはるのでね、このように見えると。草むしりしとる人に人殺し言うてるみたいに聞こえてしまうと。俺、野瀬さんナイスプレイって言うよ。そうか。こうすれば、南波一派を、松一派を、菅野一派を黙らせられるのか。こうすればあいつらのことをもっと俗悪な集団という印象付けができるのかと思って、俺は毎週水曜日に官邸の前に行って草むしりをします。俺ならね。だってこれ最高やん。もしこのケンジさんっていう人が言うように、この光景がね、清掃活動をしている人に罵倒を浴びせかけ、人殺しって言ってる異常者の集団にね、見えると言うんであればですよ。見えると思うんであればですよ。真面目に道路の道端をね、綺麗にしようと思ってね、タンポポ積んで、うふふふふって言うてる人たちに向かって、南波一派、菅野一派、松一派がやってきて、人殺しって言うてると。で、この人たち気違いですねっていうデモンストレートになると言うんであれば、明暗やん。明暗やん。南波を、松を、菅野を認否人であるということを立証できる明暗ですよ。吉田さん頑張ってくださいね。もう僕らもそんな斉藤さん、あんな罵声とかようあげられませんね。僕らはもう神戸のために、兵庫のために汗かくんです。で、草むしってええやん。自分で。いや別に俺はそれが通俗道徳やとかそういうことを批判するに違うの。南波のやり方が間違ってるんでしょ。
菅野のやり方が間違ってるんでしょ。マッツのやり方が間違ってるんでしょ。で、それは社会にあってはいけないことなんでしょ。で、それは、下手したらあの人らの理屈から言うと、次の選挙で斉藤元彦を再選させてしまうドライビングフォースになるかもわからないわけでしょ。それはぜひとも止めなきゃいけないことじゃない。ぜひとも止めなきゃいけないことでしょうがよ。だとすると、野瀬さんはナイスアイデアを出してきてくれたと。明日からそれをやってやろうと思うのが普通なんちゃうん。野瀬さん偉いで。野瀬さんね、あの一角だけ植え込みのネキの、植え込みボックスってあるやん。こうカーブのとこの植え込みなんですよ、あれね。まあ女性なんであんまり撮んのもあれかなと思って撮らへんかったんですね。この部分、じゃあ、野瀬さん座ってはる部分だけ地面見えたんねん。ほら、そんなもん3分で終わるやん、草むすり。この座ってはる部分だけが土なんですよ。わかります？これ3分で終わんの。この分で、引きで見たらこんな感じです。引きで見たらこんな感じで、寄ったらこんな感じです。この部分しか土ないのよ。で、こんなん3分で終わるやん。草引くのなんか。その後何してはったかってずーっとこうやって土なでてはりましたよ。甲子園球児か思いました。バッターボックスに立ったパチョレックの左足みたいなやつです。ずっとピュー。パチョレック立ったらこうずっとピューって。ピュー、ピュー。でもそれでもやり続けたら偉いですよ。野瀬さんの方が全然偉い。で、その、ケンジさんというかいう人から見ると、野瀬さんがこういうことをすることによってね、周りのプロテスター、南波一派、菅野一派、松一派が、反社会的に見えるんでしょ。最高やんけ。そうせえよ。草引いて土いじってるだけで声一言もあげんでも、南波一派、菅野一派、松一派、歩道橋一派を異常者に見せられるんでしょ。最高の運動やん。やれよ。やってええやん。で、やったらええさかい、やれ言うたら、我がでそんな言うてた、やれ言うたんです、俺。ええアイデアやんと。わざわざ自分でプロテスターに近づいてその場で草むしり始めた姿が清掃活動をしている人たちにケチをつけてるように見えるんやろと。で、君もそれをしたらどないやと。そしたら君の嫌いな抗議活動止まるんやろと。やれって、今すぐやれ言うたら、なぜ草むしりをしたら抗議活動が止まるのでしょうか。動画では止まってないように見えますが。やねんって。もうしゃあないですよね。もうこういう時にもう、ローマのギリシャの昔から言うこと決まってるんです、こういう時は。と、まあ、被せておきます。清掃活動してる人たちにケチをつけ人間のクズと罵倒してる偉そうな人たち、BGM として人殺しと叫ぶ異常な集団と。自分で書いたんでしょと、自分が書いた文章通りの実践を求めてるだけのことであると。ここがロドスだ、ここで飛べです。ここがロドスだ、ここで飛べですよ。ロドスでやったら飛べるなんて話いらんのよ。ここで飛べ。今飛べ。今飛べ。さっきの話と一緒。社会運動におけて人に長期的に支持されるということが重要やと言うんであれば、ツイッターでフォロワーとフォローの比率を反転させろ。南波や菅野や松や歩道橋の連中がやってることが間違ってると思うんであれば、間違ってると社会に訴えろ。で、こうなったらね、この人らの言うことは決まってるんですよ。こういうこと言わはるんです。個人アカウントをこうやって晒す理由を教えてやって。個人アカウントをこうやって晒す理由を教えてやって。へえ、理由教えようか、今。ね。これ映ってんの個人ちゃうん、ここ。これ映ってんのこれ個人ちゃうの。この動画に映ってんの個人なんちゃうんなあ。これここに映ってはる人ら個人なんちゃうのこれ。この人らなんなんここに映ってある人はみんな公人なんなんか斎藤やめろっていうプラカード持ってる公人なんこれ。なあ。で、これ、ここで、この FTS とかっていうやつ、これ、ここでやってんのこれ、俺のアカウント晒しとんちゃうんこれ。俺はええのほんだら。俺個人なんちゃうん俺個人ちゃうの俺公人なんいや、お前ら何してんのほんだらそれ。ここで俺が誰かのアカウントを YouTube で喋ることが晒し行為なのほんだとこれは晒し行為ちゃうんけよ。
これ重ねてみたらお前どんだけ愚かなこと言うてるかわかる？どんだけ可愛いこと言うてんの？何言うてんのそれ、自分で。大丈夫？ここ。湧いとんちゃう？大丈夫け？な。緊張のこっから吹きかけた方がええような気するな、俺。ちょっと、落ち着かはったらどないです？大丈夫？究極の訓練が自分で訓練と言うて、なぜそういうことをやるかということの告白がありましたので、さっきのケンジさんも登場してはるんですけど、こういうことだそうです。低い鳥さん。訓練と呼ばれる人たちがおバカ丸出しいぎり散らかしているプロテスターの方たちに苦言を呈している理由の一つは線引きだと思いますよと。私個人はイキリが本当に大嫌いなので、斎藤批判派で一括りにされたくないんです。学習能力もないから変わるとは思ってないんです。バカとの線引きです。なるほど。この人にとっては斎藤元彦を批判することよりも、自分はあいつとは違うっていうことを社会に示すことの方が重要だそうです。斎藤元彦の害悪を自分の持ってる表現形態で表現することよりも、僕は彼とは違いますと表現することの方が重要だそうです。これが訓練の人の本音でしょうよ。で、このケンジさんが補足して線引きしなければ、斎藤批判派全体が迷惑系プロテスター界隈として認知されてしまうリスクがある。そのリスクがあるんでしょうよ。ほんだったらお前らでそうではない運動をマジョリティにすればいいじゃない。それだけのことやん。ほなやったら自分たちの思う正しい運動をマジョリティにすればいいんです。線引きの向こう側は南波とか菅野とかマッツとか下品で乱暴で反社会的な連中がいるんです。あれは斎藤元彦を批判する連中の中から言うと鼻くそみたいな数でしかないんです。見てください。僕の集会8万人集まりました。やれ8万人集めて、俺は260人で、3、7、21が2メーター10センチの間隔上げて元町から県庁繋がっただけですよ。8万人集まったら多分あれやで、西宮から明石まで繋がると思うで、草引け。小声で斎藤やめろ、いいな。草引いてまい。褒めたるよ。で別にね、口だけやからあかんとかどうたらこうたら言うてるのに違うの。綺麗な自分が見たいと言うんであれば、鏡見といたらええやんっておすすめしてるだけのことです。俺なんでこんなに素敵なんやろう。なんでこんなに上品で文化的で知的なんやろうって言うてたら、鏡見てたらええんですよ。そっちの方がコストパフォーマンスいいですよっておすすめをしてるんです。ほんならいつかテイクオンミーの PV みたいに、てて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 れれれれれれれてて、テイクオンミーの PV みたいになるかもわからんよ。中から出てきてこうやって一緒にダンスできるかもできんで。もうテイクオンミーの PV 覚えてる人なんて今もう60を超えてるか。いやでもだから要はそのテイクオンミーの PV みたいなこと言うてるわけでしょ？テイクオンミー、テイクオンミーの時に出てくるやん、中から、鏡の中から。なりたいんでしょ？なんて素敵なんでしょう。なんて知的なんでしょう。ってやっててんやん。で、鏡を365日24時間24365で見続けて、ある日斎藤元彦が辞めれるといいね。それええやん、それで。おかしいな。賢いはずやのになんで菅野保つほど売れてへんねやろ。おかしいな。はい、じゃあこう返事しておきます。お返事来たらしいので。これでええよね。てかさ、この間の喪服デモもそうですけどね。人からどう思われるかを考えなさいって言われてんねんけど、よう言われんねんけど、人からどう思われるってそんな気になる？いや、例えばこれもそうなんだけど、多分これも俺のこと思って言ってくれてると思うんだけど、田舎の人ってすぐこういうこと言うわけ。これが実を言うと今の日本の政治の低たらくを生んだんやと思うんですけど、バカを相手しても疲れるだけよと、ほっといてくれへんかな、俺が疲れるか疲れへんかなんか。吉今そのバカを相手したことによって俺が疲れようがさ、俺が好きで疲れたわけやん。3時間正常位して疲れんのと、ゴルフ1日に3ラウンド回って疲れんのと、バカ相手して疲れんのも、それ俺の勝手やん。俺の趣味やん。いらん、ほっといてくれへんかな。
俺がどう人から見られたいかなんて、俺、若い時はそればっかり、実際そうか、でもね、偉そうなこと言わへんな。俺もな、20代の頃はね、そればっかり考えてた。人からどう見られるか、みたいな。で、そうするとね、それはね、いずれ他者への暴力になるんです。お前はこう見られてるから強制的に俺がこう変えてやる。若い時乱暴なのはそういうことですよ。我ががどう見えてるかという社会からの評価とかっていうことばっかり気にしてて、自分が何が楽しいと思うか、自分が何が正しいと思うか、そして自分はどうありたいと思うかという本当の独立した人間としての自己規定ということができないから、俺はあいつとは違うとか、俺はこう見られたいとか、世の中の人はこう俺を見るべきだとかっていうこのぐーっという凝り固まったことになっててね。寝るときに睡眠薬飲まな寝られへんようになるみたいな、そんな感じの20代でしたよ。まあ、せやけど、もうこの年になったらね、もう50やで、もう俺も。52よ。あと4ヶ月で52ですよ、俺も。52年も生きてきてね、我がの見た目気にしとったらね、それは、元彦やで、それ。いや、だからこれ、器が小さい言われてんねんけど、器が小さくていいんですよ、別に。器が小さいという道を俺が選んでるんで、器を大きくする必要性を認めないんです。君がどう見られるなんかどうでもいいんだよと。周りがどう見られるかが一番大事。知らんやん、そんなん。なんで俺が周りの世話焼かなあかんの？なんで俺が他人の世話を焼かなあかんの？で、お前俺の世話焼いてくれんのんけ？それなんて言うか言ったらネット用語でキョロ銃言うんですよ。それお前俺の世話焼いてくれんのんけ？これ本だったらこれあれやな。俺この人の紐になるわ。もう、着る服から喋ることから何から何まで世話焼いてくれはるらしい。差し詰め、俺が今から書く1万字の原稿を代わりに書いてくれはるかもわからへん。お前、俺のこと器が小さいだけ思ってるやろ。お前、もっと小さいとこ他にあんねんぞ。びっくりするぞ。言うぞ。おできって言う。えらいとこニキビできたな。お前、俺のこと器が小さいだけ思ってるやろ。お前、もっと小さいとこ他にあんねんぞ。びっくりするぞ。言うぞ。おできって言う。ね。僕があなたの評価を気にしなければいけない論理的必然性ってあるんですか？どこの誰かもわからんあなたの評価を僕が気にしなければいけない理由あるの？俺、お前の無辜半径。いや別にあんたが大した人間でないとか大した人間だとか、お前がこんなこと言うてるからこうやとか言うてるんじゃないの。これ全然対人論証でも何でもないですよ。まず僕があなたの評価を気にしなければいけない論理的必然性を教えてくださいって言ってるんです。ぜひとも近藤忍という人物からの評価がどうあるべきかを菅野保が自分のやることの指針にしなければいけない論理的必然性があるんであれば教えてくれ言うてるんです。近藤忍なる人物がどういう人物であるかなんてことは問うてないんです。いや、まさにこういうことなんですよ。なぜね、あなたからの評価を気にしなければいけないんですか、他者が。あなたがご立派な人だからとか、ご立派でないからとか、そんなこと言うてんちゃうんですよ。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。